はいどうも、直樹です。今回からバイケンの解説動画を始めていきたいと思います。今回は基礎編として、説明する上で必要なコマンド関係をお伝えしたいと思います。まずはレバー表記になります。上から順に時計回りで8、9、6、3、2、1、4、7といういわゆる点キー表記になります。点キーというのはパソコンのキーボードの右側にある数字を入力できる部分のことになります。例えばストリートファイターの竜の波動拳は236パンチと表記します。ちなみにバイケンの、畳返しであれば 236K になります。ちなみに一連の入力で一度レバーを元に戻す場合は N と表記します。今後入力を表記する場合はこの点キー表記をするのでご了承ください。次に特殊入力形になります。一つ目は切れ畳についてです。コマンドは 2369N6K です。切れ畳というのは相手に向かって畳返しをしながら着地できるテクニックになります。言葉では分かりづらいと思うので動画の方を見てください。こちらが切れ畳です。切れ畳はコンボや奇襲にも、使用します。また似たようなもので空中ダッシュ畳があります。コマンドは 9N6236K です。こちらが空中ダッシュ畳になります。切れ畳との差は移動距離になります。空中ダッシュ畳だと、奇襲力が低めになってしまいます。なお、切れ畳はできるに越したことはないですが、いわゆる必須テクではないので、空中ダッシュ畳でも代用は可能です。コツは切れ畳をする前に2方向に入れておくことです。僕はそれをすることで切れ畳が出るようになりました。2つ目は低空溶山線です。コマンドはいくつかあるのですが、一部を載せておきます。低空溶山線はジャンプ中にしか出せない溶山線を低空で出すテクニックです。低空で出す理由は、中段になるからですね。補正もないのでロマンキャンセル空中畳から大ダメージが見込めます。低空溶山線も、ダストなどで代用が可能なので、できるに越したことはないですが必須テクではないです。3つ目はスズランザクロになります。コマンドは逆半回転の K プラス412P です。これはコンボの締めでよく使うので、できるようにした方がいいと思います。コツは最初の6方向を意識して入力することです。大体は 6P から、スズランザクロを入力すると思うのですが、6P の2段目には特殊受け身不能時間があるので、ゆっくり入力しても大抵間に合います。4つ目は仕込みガーキャンです。コマンドは4121プラス出したいガーキャンのボタンになります。こちらが通常入力の仕込みガーキャンです。通常技、今回の場合は 2S が出てしまうのがわかりますでしょうか。押したボタンで攻撃を発生したくない場合はボタンを一つホールドしておきながら、出したいガーキャンのボタンを押します。こちらが攻撃が出ない仕込みガーキャンです。もう一つ入力方法はあって、通称離し入力です。理由等はスキップしますがボタンを離すことはボタンを押したと同意義になります。つまり4121、出したいガーキャンのボタンを離すだけでガーキャンが成立します。このようにボタンを押していないにもかかわらずガーキャンを出すことができます。入力方法に関してはシチュエーション別に使い分けてください。コツは最初の4を意識して入力することです。今回はここまでです。それではバイバイ。